こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート8、始めてまいります。さあ、本日も村上位進めてまいりましょう。ちょっと作りたい武器がありまして。今回で届くかどうか微妙なんだけどね。次の1本をどうするのかが難しい頃合いだ。とりあえず今扱えるのはクリマタクトだけだ。これで桜レイヤーを飼っていくぞ。桜呼びはモンスターハンターポータブル以前のおじいちゃんの言い方ですね。当時はアシュと夏季召種ってくくりが曖昧でした。レイヤー種が出てくると上位も本格化って感じですね。この子はマジの強敵です。火力はいいとして、きついのは防御面だ。いよいよ防御力の不足が深刻。全部貝ベースだからまだ150ちょいしかないんだよ。鎧玉でごまかすのも限界超えてるわ。例えばランポス S の初期防御が38です。少しの強化で200超えが可能。数字が低いうちは防御力の恩恵も大きいので、とにかく一撃が重すぎてしんどいです。それでいてスキルもほぼないからね。そろそろ耳栓やら強力な防護スキルが欲しいな。上位イベ防具はクリマほど適当なものがないんだ。こっちを更新できるのは次回かな。イベクエをどうクリアするか問題がありますからね。一歩ずつ登っていきましょう。総中根が早めに作れるのは幸いでした。ガンスやスラークじゃもっとしんどかったでしょうね。村といえど上位クエだからね。ゴリ押しするのも限度がある。弱武器はどうしても被弾前提な部分も多かったし、確実にストレスでハゲてたね。クリマですら攻略は相当しんどくなっています。早くここから解放されたいところ。さあ、さくらさんお得意の低空飛行を見せております。この怒り値の回り込みが怖すぎる。ノータイムでサマソにつなげてくる攻撃ね。割とフレーム回避前提みたいな回避難度だよ。こいつとキンはこれがマジで強い。遅い武器は担げないんだよね。アシュはまだ肉質が柔らかいから許されてるとこあります。うまく足を狙っていきましょう。幸い、総中根なら足は殴りやすいです。すくい上げるようなモーションしてるので。全体的に雷もまあまあ通るしな。足には全然効かないけど、それは他も同じだ。あとは隙を見て先行で落とせればチャンスが増える。当てるの割と難しいけどな。飛ぶ、降りるの間隔が短いんですよね。レウスみたくずっと飛んでれば落としやすいんですが。予測で当てるとすれば怒り以降のバックジャンプくらいか。切実に耳栓が欲しいところ。こんなら3色あるから耳栓切ることもできるが、結構延長虫が前提なとこあるしな。延長がない3色はマジで一瞬で切れる。モンスによっては現実的じゃないね。そうですね。で、しれっと死んでますけど、それについては何かありますか？とりあえず防御力低すぎねマジで。火ダメが思った 1.5 倍くらいあるんだよね。なぜあんな小技っぽい炎で4割も削れるんだよ。出し得すぎるだろうが。レアの脅威、回り込みサマソとこれもありましたね。噛みつきブレスもかなり凶悪。飛躍とか用意できてないのですでに苦しいです。先に削り切るしかありませんよ。装備更新の過渡期ってこうなりがちなんだよな。純粋なステータス不足。今取れる対策は鎧玉を少し集める程度しかないが、それは時間がもったいないかな。上位装備にも鎧玉は必要なので、使い切ると後々面倒にもなりますね。体力が低くなり、毒もあってしんどい状況が続きます。果たしてクリアできるか。冗談抜きで油断したら一瞬でクエ失敗だね。慎重に削っていこう。なんとか一オツに抑えつつ戦闘が進行。終始ヒヤヒヤする狩りだったな。やられる前にやれって感じになっております。これ、相手の肉質次第では厳しい戦闘が続きそう。クリアタイムは10分以内で収まりました。ほつった割にはいいタイムですね。赤白さえ維持できれば火力は十分すぎるほどある。武器の方はまだ通用しそうだな。その後も防御力にすごく不安を抱えたまま、ひとまずストーリーを進めることにしたぞ。ここ、ちょっと進行の仕方を誤りました。次に作る武器の目星はつけてたんですが。それの解禁が村星9の序盤だと思ってたんですが、後々もうちょい遅いことが判明しました。それ以上に戦力的な不安が大きくてね、目的のクエストクリアがちょっと危ういなと感じたんだ。本当であればこのゲネルクエをやる前に、別の武器の作成に行くべきだったな。そちらは動画後半でこなしております。このミスは痛かったです。で、とりあえずストーリー進行をすると言いましたが、その道中もかなり苦しかったですね。この企画でゲネルを移すのは初かな。回のキークエは選択制だったしね。この上位ゲネルが最も苦戦したクエかもしれん。攻防ともにいいところがなかった。一応、ゲネル君は弱点肉質は非常に柔らかくて、頭に切断80、雷も15通ります。ただし厄介なのが通常顔を覆っている爪。こちらは15しか通らず弾かれちゃいます。正面から殴ると高確率でこれに防がれる。その後はゲネルの機嫌次第で被弾確定だ。安全に行くなら足バウンから入ってもいいが、足狙いでも普通に危ないんだよね。そもそもダメージの通りが悪いのと、尻尾攻撃あたりはどこにいても食らいますからね。その上で常にオスに邪魔されるので、正直どこにいても安定しませんでした。
ということで頭ゴリゴリのヒロミ狙いに収まった。もちろん超危険ではあるが。防御力が低すぎてあんまり関係ないんだよな。一発耐えられれば御の字だから。このガス攻撃もきつかったですね。普段はあんまり気にすることありませんが。体力7割切ると危険信号です。怒り時はオツの危険が伴います。かといって毎回エリチェンでやり過ごすのもね、やる以上はクリアしたかったし。結論から言うとこのクエに4つ下は、まあ内容のひどい車両だった。オスのジャマトゲネルの範囲攻撃、貧弱すぎる装備がいよいよ深刻になってきました。これでまだ村8のただのキークエという、結構絶望してましたねこの辺。まあ、進め方ミスってるだけなんだけども、プレイしててもすごく息苦しかったよね。道中はお見せできないレベルのグダグダだったわ。さすがに全カットはしないけど。ゲネルが特別苦しい相手というのはありますが、この先にも難敵が控えてるのが問題でしたね。ゲネルはなんとか挑戦1回でクリアできました。2オツ18分という超絶満身装備。ゲネルでここまで苦戦させられるとは、警戒はしてたが予想以上だね。一応物語は進んで、恐竜ウイルス研究所が開設。このゲームの最重要拠点かもしれんね。イベクエとか恐竜化絡みも多いですからね。石はちゃんと取ってから行きたいです。その後も物語を進めてセルレギオス登場。星9への昇格試験となります。ぶっちゃけゲネルよりこっちを警戒してたんだが、やってみた感触は真逆だったね。レギオスの最大弱点は腹だが、自転の足を狙っていくのが基本だな。足には切断50、雷が20通ります。クリマくんとの相性は非常にいいモンスター。攻撃範囲的に総中根で殴りやすいのもポイントですね。適当に狙っても当たってくれます。レギオスで怖いのが浴槽の弾かれなんだよね。19だと青でもダメなはず。弾かれて列車を食らって、そのまま攻撃重ねられて落つ。このパターンになるとしょうもないぞ。さらに今回はあのゲネル戦の後というのもあり、立ち回りは全体的に慎重にしておりました。空中のキック攻撃は避けづらいんですけど、それ以外はなんとかなるはず。まあ、食らうときは食らうんだけどね。久々だととっさの対処ができねえな。いい狩りでこれなら怒り値だとほぼ映ってるね。列車も追撃もあるし。抜刀状態の総中根は防御面が弱いです。回避スキルが恋しい。でもまあ、この子はなんとかやれますかね。ゲネル戦ほどのプレッシャーは感じないです。ゲネル戦はアルセルタスがとにかく邪魔すぎてね。じっくり戦うことも許されなかったわ。レギオスもトリッキーなモンスではあるが、ちゃんとメリハリは効いてると思うよ。この辺はさすがメインモンスといったところか、なんだかんだどっしりしています。ちなみに先ほど、進め方を間違えたと言いましたが、本当はイサナ戦ハンマーを目指してたんですよね。イサナ戦ハンマーはイベント武器じゃなくて、直接もらえるものだね。これは今回の縛り的に使って OK なんだ。通常プレイだとあんまり見向きされないが。サイドストーリーを進める必要はありますが、今回の企画的にはありがたい存在なんですよね。ただ、肝心のサイドストーリーが厳しくて、恐竜化グラビア趣味等という高難易度でした。初めはクリマでもなんとかなると思ってたんだがね。トマーと火薬術オータル戦法も取れるから。だけど冷静に考えて火力足りなくねって思って、そもそも武器のダメージが全然通らないから。グラビは武器にも有効な属性が欲しいですね。水なり毒なり爆破なり。総中根は弾かれ無効攻撃も貧弱なので、さすがに無理そうだと考え直しましたね。それにクエ解放が思ったより遅くてね、星9中盤まで複数のクエストクリアが必要だ。それだとコンパートがただの攻略だけで終わっちゃうから、見栄え的にも苦しいなと。実際に武器使うの次回になっちゃうとね、我々も話すことなくなりますから。さあ、ということで捕獲してレギオスクリアしましょう。しれっと一落ちしてるのは気にしない方向で。それでも5針で終わってるのはさすが総中根。相性次第では本当に強力な武器だぜ。よし、それじゃあ村もある程度進めたところで、今回の武器作成コーナーといくか。本当はもっと早めにできたんですがね、軌道修正したのがここだったので仕方ありません。はい、やってまいりました集会所。今回のイベクエは、これだね、ジャンプ、極小鎧竜大熱戦。なんかジャンプコラボのクエの採用率高いな。それだけジャンプコラボの武器が優秀ってことかね。作りたい武器を選んだらジャンプ系だった。ジャンプ武器はいろんな武器種が揃ってるのがいいですね。デザインに落としやすいんでしょうか。クエスト名の通りで相手は極小の鎧竜。ハンターと同じくらいの高さしかありません。こいつ19でも極小個体いたよね。ギャップがあっておもろいモンスターだぜ。原種といえど雷属性のクリマとはかなり相性が悪いが、サイズの小ささで結構救われるクエだ。攻撃範囲がかなり限定されますね。ガス攻撃と尻尾回転が弱体化するのは大きい。小さい分背中も殴りやすいので、基本は翼、破壊後は背中も狙っていくといいでしょう。弾かれにはちゃんと注意したいね。破壊前は頭と足に弾かれるぞ。
ここはノリから爆弾で破壊を狙いたいとこだが、ピンポイントで爆風を当てるのはかなり難しい。これはサイズが小さいゆえの悩みですね。爆風がどこに当たるかは割と運ゲー。爆弾はシンプルにダメージソースとして考えましょう。武器だけで削るのは無理です。イベント武器、水とか毒に乏しいのよね。この縛りだとグラビ系は強敵と言える。さて、一応足を狙って爆弾を置いてるが、当たっても腹かな、これは。腹は極小個体でも判定が大きいみたいで、爆破するとよく吸われています。腹は腹で壊れたらチャンスが生まれますけど、耐久値が高いのが厄介ですね。壊れたらもう瀕死だったりするからね。最初から集中してないと恩恵を受けにくい。というかこのサイズ感だと、そもそも壊しても腹に当てられなそうよね。ちまちま攻撃するだけなら余裕なんですが、悩ましい相手ですね。一方、尻尾の破壊は非常にやりやすいです。割といつでも殴ることができます。通常個体だとビームかガスの隙くらいしか殴れんからな。円髄とか集めたい時にいいかも。円髄はセカンドや 2G の頃よく集めてたな。地味なところで使うんだよね。アカムの腕防具や切れ味の装飾品にも必要でしたね。懐かしいです。激鱗や天輪ほどの低確率ではないんですが、入手経路が尻尾剥ぎ取りしかなく集めづらかったです。グラビの尻尾マラソンはかなりやりづらい部類だよね。硬いし、耐久値そのものも高いからな。今回の縛りでは一切使わないけどね。イベ防具には全く対応していない。尻尾攻撃を受けにくくなるのが一応の恩恵でしょうか。そもそもサイズ的に当たりづらいですが。さあ、その勢いのまま背中破壊も完了しましたよ。総中根でもしっかり戦えていますね。これで爆弾が尽きてもなんとかなる、と信じたい。破壊後の背中は45と弱特適応圏まで南下するぞ。よし、それじゃクリアまで突っ走ろう。ここを越えればまた一段強くなれる。時間がかかりそうですが、頑張りましょう。さて、あれからだいぶ長いこと戦いましたが、もう20分経っちゃいましたね。2月20分張りで満身創痍再び。ここまで苦労するとは。やはり爆弾込みでも周回所上位グラビはきついか。雷後しか通らないもんな。とはいえ満身創痍なのは相手も同じです。顔以外全ての V 破壊が終わってるはず。ようやく青々言いましたね。あとは捕獲するのでクリア確定です。これを周回しなきゃいけないのか。プッシュもプレイ的にもきついな。素材はこのクエストだけで揃うんだけど、要求数が多くてレア物もあるから不安だわ。代替手段がある素材もあるのでどうなるかですが、まあ運次第なのは仕方ないですね。固有素材は伝説 J の怒りが手に入ります。元ネタミリシューニのため伝説 J が誰かは不明。編集中に知ったが、このクエ強化個体でもあったらしい。通りでダメージ痛いわけだよ。そうそう、サブタゲ報酬でジャンタルがもらえたぞ。そういえばこのクエも対応してたな。我々、ジャンタルはウーガーシュの方で集めてたので、グラビクエはかなり久々にやりましたね。ということで必要数周回してまいりました。思ったよりは時間かからず済みましたね。大変だったがその分見返りは大きい。ここでようやくチャージアックスが作れるぞ。その名も海賊 J アンカー。盾がまんま怒りでかっこいいぜ。やっぱりドクロの装飾はいりませんね。こういう路線の方が好みです。正確にはイベチャークはもう一本あるんですが、そちらはわざわざ寄るほどではなかったです。こいつが強いのは倍率の高さ。なんと200の大台に乗ってるぞ。切れ味と会心で斬撃火力はそこまでじゃないが、この段階では相当強力な部類だろう。緑ゲージがかなり長いですので、超出ぶっ破戦法があってそうですね。ではこれで1クエやってみましょうか。ストーリーはレウスアッシュが来たところです。セルレと喧嘩するやつだね。その後セルレが乱入枠になるんで注意だ。しかしようやく持ち武器を担ぐことができるな。もう上位中盤に入ってるけど。これまでしっくりこない武器ばかりでしたから、チャークが持てるだけで嬉しいですね。チャークはスキルなしでもだいぶやれる方です。この縛りではかなり頼もしい。ガードに高打点、それに肉質虫まで持ってる。もともと攻略で輝く武器だよね。耳栓がないと方向への対処がマジで難しくてな。カウンターできるのありがたいわ。ガンスはガードして終わりでしたからね。対処できてるとは言い難い。とはいえ防具が貧弱なのは変わっていません。無茶ができない点には注意していきましょう。基盤上等の GP 根出力やりづらいのは少し窮屈。あれ楽しくてやってるとこあるからな。チャークの定点は解放に根出締めをよく使うけど、場合によっては手数を一つ減らす工夫も必要だね。上位レウス、攻撃力かなり高いですからね。2発も食らえばお打仏でしょう。そういえば、スタンを取れる武器自体が初ですか。体験の横ペチは置いといて。極限がない時のスタンはかなり強いよな。チャークは自分で高火力コンボを入れられるのがいい。やっぱり 4G はチャーク振ってこそだな。魂がこの形を覚えているよ。4G でチャーク好きになったプレイヤーは多いはず。
なんとも罪な憎い武器ですね。倍率200あれば当面はこれでいける性能ですが、結局、この縛りもチャークゲーによるんでしょうか。上位はなんとかなると思うけど、G 級以降は怪しいね。しかしジャンプチャーク懐かしいな。4の初期に担いでた気がする。当時はチャークのラインナップが激狭で、リベ武器追加のインパクト大きかったですよね。榴弾で爆破を持つチャークはこの系統だけでした。陽覚醒で最大160なんで、ないも同然ですが。それでも運用を試した気がするな。選択肢が狭いどころかなかったからね。4G でも爆破チャークは目立たなかったがね。というか大半の榴弾が息してないが。クーネとかいう絶対王者。嬉しいやら寂しいやら。5分ちょい戦って移動してきました。ここはお食事エリアですね。チャークとの相性は微妙というか見どころがなくて困る。先行投げて混出してるだけなんだが。つってもそれはの武器でも同じか。リオレウスはこういうモンスだからね。これが初代パッケージモンスですか。昔のがマシだったまでありますよ。この縛りではレウス系統にちょいちょいお世話になります。がっつり下流素材を使うことは少ないですが。骨髄とか火炎袋とか要求されてたね。コツコツ買ってく感じになるかな。ちゃんとひるみは取れてるな。さすがの火力といったところか。火力スキルは猫の砲撃術だけです。それでも瓶を使った攻撃はダメージが出ます。これで硬い相手にも幅広く対応できますね。次回以降も存分に活躍してほしいです。これで通用しなかったら結構積んでたからな。頼むぜチャーク。じゃこいつも捕獲して終了だな。10分切ったのは素晴らしい。地底火山はアップダウンが激しく、追いかけるだけでも時間食いますね。これでストーリーが進行、本格的にセルレ増加の調査が始まります。村上位も終盤に入ってきたな。ここから難易度がどんどん上がっていくぞ。じゃあ今後の攻略は伝説 J アンカーに任せるとして、今回は締めていこう。いや、ちょっと攻略はスムーズじゃなかったですね。少し反省。次回は予定がしっかり立ってるので、バッチリやっていきましょう。もういい加減防具がきつすぎる。ここで刷新したいところだな。防御力を底上げするのは当然として、まともなスキルもつけていきたいぜ。有用なのがボマーと砥石高速だけじゃね。上位相当に強くなっていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。